たわごとオープン、リリと一緒。早速お便りや、メッセージ、質問、クエスチョンの方からお届けしましょう。二元性から生まれる自我が作る文明は、このような闇となるのは当然のこととマーさんがおっしゃります。そのことについてお話しいただけませんか。それにマーさんは答えてるんですけど、闇とは分離自我のことであり、釈迦とか無我無心と言いました。世界中の目の開いた人が無我のことを言いますね。無我ということは一元であるということです。宇宙全体が一者、たった一人である。じゃあ後の孫悟空のいっぱいのは、その部分であるという価値観ですね。すべてが一体であり、この宇宙、この自然界すべてはその一者の部分である。そんなわけないって思う人もいるけど、僕らの細胞も結局そうですね。この細胞は自分の細胞なんですけど、もし細胞が独立したら、俺は心臓なんだよこの野郎とかね、俺は肺なんだよとかね、なんとか何丁目の何番地とかね、みんな喧嘩しだしちゃいますよね。そういう意味で、このご質問ですね。闇となるこの世界が喧嘩争い戦い騙しね、みんなが殺し合う喧嘩し合う二元性の世界、自我が作るね、自と他が作るこの文明は当然のこととマーさんがおっしゃります。それに対するアンサー、闇とは分離した自我のことであり、光とは自我の終焉にある真実、快楽的至福のことなのですね。何を得ても、どんなに塔に登っても真の幸せはそこにはないのです。自我が増えていくわけだから、仮に塔に登れば登るほど自我が増えるなら、塔に登った方が不幸せになりますね。トラブルが来る。要は目覚めろというのがブレイクダウンですからね。ブレイクダウンとかトラブル、問題というのは目覚めろということなんですね。真の自己が自我の自分に目覚めろ、目覚めろ、気づけ、気づけ、一体に気づけということなんですね。だからトラブルは外から来てるように見えるんですが、実は真の自分が目覚めさせるためにメッセージくれてんですね。そう、この世界は美しいんです。トラブルすらあなたの愛が本当の自分が偽りとなってしまった自我の自分美しいあなたが自我になって闇となったあなたに目覚めろ、目覚めろと、気づけ、気づけと。トラブルや辛さなんでこんな辛いことが来るんだ、なんでこんなに思いもしないひどいことが起きるんだ、地位や名誉や権力や喧嘩強くなったのに、強くなればなるほど自我強まるでしょ。だから目覚めろという自分の真の自己のメッセージが大きくなるんですね。世界中で辛いことが起こってます。自我を強めれば強めるほど、分離を強めれば強めるほど苦しみが増すんですね。トラブルが大きくなる。何を得ても、どんなに力を得ても、塔に登っても真の幸せはそこにはないのですすべての喜び、快楽的至福、
これ自我が終焉した時、自我が無我になる、私がいない、五感がなくなるということですね。だから死ですね。本来は死というのは快楽に帰る、自我がないんだからね。仏だからね。仏となる、生き仏になるっていうのは生きながら死するということですね、自我が。そうすると最高の人生となる。自我がないね、メッセージ来ない、トラブル来ない、問題が止んでいく、真の成功、真の豊かさ、本物が起こってくるね。かき集めた偽物は破滅していくね。すべての喜びは私の不在の時にあるのですというね、マースアンサーですね。リリーたわごと2の質問、幸せに生きたいです。サジェッションをお願いします。これちょっと長くマースアンサー。一体のエデンから見たときに、どちらが勝つとか、上とか下とか、強いとか強くないとか、優勢劣勢とかね、何の意味もなしません。一体の意識の気づきが上がったのか、目覚めたのか、上がらないのか、それが何より大切です。何かの勝負で勝っても負けても意識レベルは上がりません。それでは平和や安らぎは増えませんね。意識レベルというのは一体への意識に帰っていくということ、二元性から一元に帰るということですね。目覚める、この世界の真実に目覚める、一体の世界ね。ですからそれは本質への帰還、回帰なのです。本当の自分に戻る、何かになるんじゃないんですね。戻る、本来持っている本質の愛、人類のエデンから出されなかった人たちが元から持っている一体の意識、一つなる意識、一体の意識が強まって、他への思いやりが強まって、他を大切にするというのは本当の自分を大切にするということですから、回帰していく、愛へ回帰していく、一体の意識に戻っていくっていうことが何よりも人類にとって何よりもとても重要です。それとともに真の平和や成功、繁栄や真の喜び、幸せが、真の生き方、美しい人生が戻ってきます。今日はそのことについて共に学んでいきましょうというね。人間はなんか自我が良くなったり、人に勝ったり強くなったりするといいことがあるって。でそうするとメッセージ増えてきて、トラブルも増えてきて、目覚めろ目覚めろって、いい加減にしろって自分の本質から言われてしまいますね。悲しいです。一体性が深まると、たわごと質問3、一体性、一体が深まるとあらゆることが良くなっていくように感じます。そうですね。運の悪かったことやトラブルや問題も自然と終わっていくと感じてなりませんね。この人ちょっと運が悪かったんですね。自我で喧嘩してたのかな。トラブルや問題がいっぱいあった。でもなくなってった。一体に気づいてね、他を思いやるようになったらね、家族や仲間たちや親戚や友達や学校のクラスメートや知り合いの人、みんなのことをね思いやっていったら、自然とトラブルや問題も自然と終わっていく。そう感じてなりませんね。その通りですね。そのことについてマースさんお話しください。いやもうこの通りです。
無我性、一体性に帰れば帰るほど人はね、あらゆることが良くなります。良くなりたい人いますかね。だったら自我を良くしようとするんじゃなくて、自我などなかったんだ、他を思いやる、それで良くなりますね。マース・アンサーおっしゃる通りです。すべてはそうなのです。人間の本当の質は一体性です。一元性なのですね。そこに帰ればあらゆるトラブルのメッセージが止むのも当然なことですね。リリーちゃんかわいい。ピロって出てきたお菓子が出てきた。はいはい、ということでね、一体の世界です。孫悟空がいっぱいいてもね、みんな一体物、細胞に過ぎません。神の細胞です。皆さんは神の細胞です。動物たちも虫たちも鳥たちも花々も木々も大地も金さんたちもみんな一体です。みんなが神の細胞です。だから互いに助け合ったり大切にするといいことばかり。他を滅ぼしたりいじめたりやっつけたり騙したり盗んだり取ったり支配したりしたらどんどんメッセージが来て滅びてしまいます。そういうことがないようにね、幸せに他を思いやって民を思いやって生きていってください。それじゃあまたお会いしましょう。お相手はたわごとばっかり今日ものたまったリリー&マースでした。さようなら。バイバイ。かわいいな。本当にお顔が白くならないゴールデンなんてもう7歳なのに、びっくりだ。リリー、ヒリングさんのおかげだね。さようなら。バイバイ。かわいい。1日4回もうんこするよ。5回かな。ねえ、リリーすごいな。バイバイ。はい、たわごとインナーリリと一緒、幸せな人生、それは一体だと気づいて生きる人生。すべてが一体、万物全体と自分は一体、全く分かたれてなどいない。それがエデンの人々の価値観です。すべてが一体、イザヤトラね、すべてが一体です。忘る世界、忘る民です。もしそれを知らないと、自と他の分かたれ、自我というもので強調された人生となります。そうすると喧嘩争い、良くなるんだ、すごくなるんだ、偉くなるんだ、勝つんだ、やっつけるんだ、盗むんだ、取るんだ。そうすると真の自分の善良な愛の自分からね、メッセージが来ます。いい加減にしろ。目覚めなさい。幸せになれ。勝ち負け喧嘩はやめろ。本当のお前に帰れっていうね、自らのメッセージが来ます。愛しいメッセージ。本当の自分からね、お前はもっと美しいんだ。お前は神の細胞だ。
お前は愛の細胞なんだ。だから早く帰って幸せになれ。そのメッセージが来てるだけだ。あらゆるトラブルはそのメッセージに過ぎない。分かたれてる競争や喧嘩や争いじゃない一体なんだ。それに気づきなさい。目覚めなさいと。それが来ています。それがブレイクダウン、トラブル、それが破滅、苦しみ、滅ぶ、全部そこから来ます。もし一体性の愛に目覚めて、一体性の世界に目覚めて他を思いやったら、他国の人、他の人、他をね思いやって、民を思いやって、そうやって生きたら、そういうリーダーに戻ったら幸せになります。真の成功、トラブルのない成功、トラブルのない繁栄、トラブルのない人生。だってメッセージいらないから、目覚めろのメッセージいらないから、あらゆることが良くなっていきますね。ね、リリーということです。またお会いしましょう。今日もいっぱいオープンもインナーもたわごといっぱいのたまいました。たわごとばっかりのたまったね、リリー。それじゃあまたお会いしましょう。お相手はたわごとリリー、たわごとマウスでした。さよなら。また会いましょう。Letter from Isaiah. Will of Isaiah. Now on air. Digital distribution start.